行方市には本を借りれる場所が主に3カ所ある。旧麻生町の麻生公民館内にある図書室、旧北浦町の北浦公民館内にある図書室、そしてもう一つは旧玉造町の商店街の近く。ここに市内唯一の図書館、行方市立図書館がある。市内唯一の図書館にしては正直寂れた建物だが、ここで僕の幼なじみである東正人君、通称マスト君が働いている。はい、9ですね。それから、茨城の昔話の図書館の仕事はね、やりがいがあるよ。結構ね、図書館って暇なんじゃないとかっていうイメージがあるかもなんだけど、結構やることがあって、大変ではあるんだけどやりがいがあって、俺は好き。子供の時、小学校ぐらいかな、その時から、本名はマサトなんだけど、マストくんマストくんって呼ばれるようになってて、理由はよくわからんけど言いやすいのかな、マストくんみたいなね。小さい頃から本が好きで、時間があればよく読んでいたマスト君。図書カードの残っている本には未だに名前が残っている。この本に囲まれた図書館の仕事、なんとなく似合っている気がする。行方市立図書館の本の所蔵数は約9万冊。日本の小説、外国の小説などの一般書のほか、歴史、宗教、哲学、写真集や歌集、語学書、郷土資料、旅行本などジャンルは多岐にわたる。貸し出しは1人10点まで2週間借りることができる。これはまあ知ってる人は知ってるんだけど、毎週火曜日に新刊本って新しい本が届くのよ。だから火曜日の午前中とか、毎週来てくれて朝一でその新刊の棚をチェックしていくっていう人はいるね。時間帯によって新刊本午後になっちゃう時とかもあるから、新しい本が入ってるか気になるっていう人は火曜の午後か、水曜であれば確実に新しい本は本棚に置いてあるんで、そこら辺はそういう時間帯に来ると新しい本チェックできると思います。はい。食べるかスポンジ頑張ったとか。今何歳なの？4歳。こっちはね3歳。1階と2階にあるキッズコーナーは小さい子供に大人気。行方市立図書館では子供が楽しめる本にも力を入れている。図書館好き。絵本や図鑑、児童小説などの幼児書は全体の約3割を占め、約3万冊の本が所蔵されている。お話の森と名付けられた2階のキッズコーナーでは、子どもに向けた絵本の読み聞かせや紙芝居などのイベントがあり、エプロンを使ったエプロンシアターなどもやっている。さらにキッズコーナーの隣には広々とした学習室があり、主に学生たちが一生懸命勉強している。
そういえばマスト君も図書館司書の資格を取るためにたくさん勉強したそう。その図書館司書とは実際にどんな仕事なのかを聞いてみた。レファレンスということだ。はい。はい。じゃあ。ちょうどお客さんが来たので、マスト君から教えてもらったことを代わりに説明します。図書館司書とは国家資格の一つで、図書館における本の貸し出し、返却、本の分類、整理などの業務のほか、図書館に新しく購入する本を検討したり、子ども向けのイベントなどで絵本の読み聞かせをしたりする。マスト君がさっき言いかけたレファレンス、これは司書の大事な仕事の一つで、図書館の利用者が求める情報の手助けをする。本の情報を求める一例として、例えば読みたい本が見つからなくても、興味のあるワードを言ってもらうだけでも大丈夫。相手の要望に応えて本を提示する点においては、本のソムリエとも言えるかもしれない。そんな本の専門家のマスト君に図書館のおすすめ本を3冊選んでもらった。はい、おすすめ本ということで、じゃあまずこれは、ちょっと古い本なんですけども、銀河英雄伝説と言いまして、こちらの方は、1980年代に出版された、作者田中良樹という作家さんの本です。でこちらは人類が宇宙に進出した後の歴史を語る架空の歴史小説。ファンタジーではあるんですけれども、実際に歴史好きの方が読むと本当にハマる本ではあるんですけれども、これはちょっとナポレオンをイメージしてるのかなとか、シーザーを意識してるのかなとか、あとはその三国志に出てくる名将を意識してるのかなとか、そういったのを考えながら読むのも面白いのでおすすめということで挙げさせていただきました。銀河英雄伝説です。はい。続きまして絵本なんですけれども、タイトルが拳銃公園銀、宮沢賢治の絵本で、あるラジオ番組の方で朗読番組で聞きまして、夜中にそれを聞いて恥ずかしい話なんですが号泣したことがございましてそういった大人が読んでもいいなと思える感動できるお話になっております。主人公が拳銃っていう少し障害を持った子供なんですけれども、その子が木を植えて、やがてはそれが公園になっていくというような。拳銃というのは宮沢賢治、賢治が少し自分自身を投影した主人公でもあると言われています。賢治が作った公園がどのようになっていくか、もうぜひとてもいいお話ですので、実際図書館に来ていただいて手に取って読んでいただければと思います。こちら拳銃公園銀です。はい、それからタイトル「桃太郎は盗人なのか」。こちら作者が倉持四葉さんという小学校5年生が書いた本になっております。小学生が自由研究で桃太郎は本当にヒーローなのかということを大真面目に研究しまして、そちらが文部科学大臣賞ですね、そちらの方を受賞して、なんと本にもなってしまったという、こちらもお子様はもちろん大人の方にもおすすめの本になっております。はい、さらにマスト君だけではなく、行方市立図書館の常連さん3人におすすめ本や借りた本などを教えてもらった。一番上の子がすごく本を読むのが好きで、よく来てて、小さい時から結構利用させてもらってて、いっぱい借りちゃったりとか最近のお気に入りの本がありますか？なんか今はこの妹陽子さんっていう形シリーズがいっぱい出てて、私もこの絵がすごい好きっていうか、可愛くて可愛いよね。お得意様でね、本好きだもんね。月何冊ぐらい20とか30とか。お気に入りの本は最近では何か？僕らの中完成です。3人目は市内数カ所で本のシェアをしている行方文庫の山本さん。団体貸し出しを利用する常連さんの一人。鹿の王って有名ですよね、それね。お友達で、かなりお年の方なんですけれども、お孫さんに勧められてこの人の本を全部読んで、でうちにあった初期の本も貸してほぼ読破したんですけど、一番新しいこれだけまだ読んでなくて、
団体貸し出しで借りに来ました。山本さんと同様に元教員でもあるこの菊池先生、実はマスト君と僕の中学時代の先生でもある。その菊池先生に自分の教え子さんの例を挙げて図書館の便利なサービスについて語ってもらった。教え子たまたま、教え子で今学生さんで医学関係の仕事を目指してるんですが、その専門書を借りたいとで来たんですけど、うちの図書館にはなくて、で県立図書館も調べてもらったらそれもなくて、で国会図書館にはあるっていうのが分かって、それで国会図書館まで連絡して、それでその専門書を取り寄せたという例があります。でその子はそれをすごく喜んで、レポートができたっていうことでね、すごく良かったんですけど、公立図書館なのでそういうこともできます。だから日本国内ならどこでも取り寄せられるんだよね。主にやってるのは茨城県内ですけど、県内だけどね、公立で総合でできるっていうのはすごいよね。そこはこれはすごいよね。でかいとこだと思いますね。すごいと思う。どんどんね利用した方がいいですよね、図書館をね。子供から大人までたくさんの人に親しまれている行方市立図書館。どんな本との出会いがあるかはその日にならないとわからないが、こんな風に本の想定を見て内容を想像するだけでも楽しい。もし本を探すのに困ったらマスト君や他の職員さんに相談するのも一つの手だ。古い建物ではあるが、本の温かみ、そして人間の温かみを感じる行方市立図書館。この本の宝庫には日々の生活を豊かにする大事な何かが眠っている。はい、どういたしまして。行方市の図書館は毎週新しい本を入れてて、常にこの新しい本、話題の本を用意するようにはしてるんですけども、あとはその利用者の方からリクエストも受け付けて、利用者の方のために本を提供できるように頑張ってますので、来たことないっていう方はぜひ一度来ていただいて、本棚見ていただければと思います。ぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。正座してんのが面白いね、だってこうやって飛ぶわけにもいかないでしょ。何なんだこのポーズって。